不動産屋さんの怪談です。東京の渋谷の道玄坂と聞くと、皆さんはどんな印象がありますか？東急109も面している坂道ですね。さて、これは知り合いの男性美容師さん、仮に斉藤さんとしておきますが、今から20年以上前の彼が美容師になって1年目に働いていた渋谷の美容室での話です。その美容室は渋谷の道玄坂にある10階建てぐらいのビルの3階にあったそうです。スクランブル交差点を駅の方から渡り、道玄坂に入り、東急109を越して少し登ったところにある立地の良いビルでした。深夜になっても人が多い道玄坂ですが、ただ斉藤さんは一つ不思議に思うことがありました。それは美容室の斜め向かい側でした。その向かい側も複数のビルが続く、よくある渋谷の商業用ビル街なのですが、そこは夜になっても明かりがつかないのです。つまり空き室だらけのビル街でシャッター街となっていました。十数年も前に社名が変わった家電メーカーの昔の看板がかかったままで、いかに長く放置されていたかが分かりました。さて、こんな良い立地が空きビル街というのも不思議でしたが、勤め出してしばらくして斉藤さんにもいろんな噂が入ってきたそうです。まず道玄坂はいわくつきビルが多いというのです。やはり斜め向かいの空きビル街は遠くに最悪な場所だというのです。道玄坂の申し分ないロケーションにもかかわらず、以前はしょっちゅうテナントが変わっていったそうです。大手ファーストフードチェーンのあの有名店ですら撤退したというのでした。テナントが居つかない何か原因があるのか、いつしか空きビルだらけになっていきました。そこで当然再開発の話が持ち上がっていったらしいのです。ところがディベロッパーや不動産屋が手をつけようとすると、その業者がなくなるというのでした。噂は噂を呼び、みんなたたりがあると恐れていき、ついに誰も手をつけることができなくなってしまったそうです。ただ、古いビル街を一気に建て直す計画をまとめるには、買収とかいろいろ権利が複雑に絡むため、時間がとてつもなくかかるので、気味の悪い噂が出やすいのも事実です。さて、そんなある日のことでした。斉藤さんが勤めている美容室が定例の大掃除をすることになったそうです。新入りの斉藤さんは厳しい先輩たちの指導で細かいところまで丁寧に掃除していったそうです。ところで斉藤さんには日頃から店内のある扉が気になっていました。その美容室にはお客さんが出入りする扉とは別にもう一つ黒い鉄扉があったそうです。それは防火扉のようながっちりした作りの扉で、中はいつも荷物があり、道具置き場に使用していました。斉藤さんは何が気になっていたかというと、その扉は黒のペンキで塗られているのですが、その真ん中に手形がついていたのです。誰かの手の指で吸ったような跡がくっきりついていたのです。誰が見てもはっきりついているのに、その手形に注意を払う者がいないのも妙でした。そこで斉藤さんは良い機会だからと手形を拭いてみたのですが、全く取れませんでした。あれ、なんで取れないんだろうと思い丁寧に拭いてみても手形は残っていました。なんとも気味の悪い手形で、扉の色も黒いので指の跡がくっきり目立っていました。まるでお化け屋敷の扉のセットのようだったそうです。すると斉藤さんの様子を見ていた先輩たちが、ああ、そこはもういいから後片付けてと言いました。斉藤さんは日頃口うるさい先輩たちがこの手形のことを全く気にしないで、そんなことを言うのがとても不可解でした。店内に向いている扉ですからお客さんに丸見えなので妙に思ったそうです。すると同僚が斉藤さんに、ああ、知らないの？この手形は何やっても消えないんだよ、と教えてくれました。当初お店が手形に気づいた時、
何度拭いても消えない手形だったので、その上から鉄扉と同じ黒色のペンキで塗り直すしかないと思ったそうです。そこで手形の上から塗り直したのですが、しばらくすると同じその手形がくっきりと現れてきました。指でこすったような全く同じ手形が新しいペンキの表面にいつの間にか現れてきたそうです。それでもお客さんにも丸見えですからみっともないので、再度黒ペンキで塗り直しました。ところがまたすぐ指で擦ったような手形が現れてきたそうです。その後何度かペンキの種類を変えて塗り直したのですが、結果は全く同じでした。毎回手形は現れ、消すことが不可能だったのです。ついにみんな諦めてしまい、そのままにしているということでした。心霊や怪奇現象などを信じない従業員さんでさえ気味悪く思ったそうです。実はここの美容室では扉の怪奇現象だけではないと斉藤さんは同僚から聞かされました。美容室が営業中に誰も人が入ってこないのに、人影がホールを通るのを何人も目撃しているのです。それは小柄な男性か、もしくは女性のような黒いシルエットだったということでした。これは聞いた話ですが、美容室などの水を使い鏡がたくさんあるところは心霊現象が起きやすいと言われています。ところがやはり3階だけでなく、このビルの他の階でも同じ人影が目撃されていたそうです。過去にこのビルで亡くなった人がいたのかと思いましたが、以前にこのビルで殺人事件があったということでした。そこで最近のことならわかるので、有名な事故物件検索サイトでその近辺を調べたのですが、それらしきものは載っていませんでした。古い事件で載っていないのか、ただの噂かもみ消されたのか、あるいは以前の建物であったことだった可能性もあります。でも一つ斉藤さんが分かったことは、この美容室のビルの土地は以前から曰く付きだったということでした。それは斜め向かいの空きビル街も同じように取り壊そうとするとたたりがあるという曰く付き物件ですから、ひょっとしてこの辺一帯が何かあるのかもしれませんね。そこで渋谷のその空きビル街と美容室の入っているビルを探しに行ってみました。すると空きビル街と言われていたところは現在再開発がされている真っ最中でした。かなり広域ですから近代的な商業施設が建つのだろうと思います。平日のかなり夜遅くに行ったんですが、たくさんの人だったのでその人たちを映さないように撮るのちょっと難しかったんですが、この辺かなという感じなんですよね。向かって左側に下っていくとスクランブル交差点がすぐそばです。右側に登るとその空きビル街だったと思いますが、すっかり様変わりしていました。そして美容室のビルは同じ名前の美容室は見つからなかったので確定はできませんでしたが、おそらくこれかなというのは未だに存在していました。渋谷の幽霊目撃談はスクランブル交差点から始まって放射線状にビル街のあちこちで聞きますから、ついに誰も幽霊を気にせずどんどん新しい渋谷に様変わりしています。でも成仏できない幽霊は未だに渋谷の交差点を渡っているようですけどね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。